ちは、古写真研究員の井桜です。今回は第10話、四谷区の部です。私は今、現在の四谷見附橋の上に立っています。あちらには四谷駅があります。最初はここ、四谷駅周辺からご案内します。まずは、明治4年に撮影された四谷門です。高麗門と渡櫓門。この門は明治5年に取り壊されてしまいます。見えませんが、こちらには真田堀が、そしてこちらには市ヶ谷堀があります。手前から門の前まで続くこの橋は、私が最初に立っていた真田堀方面にある四谷見附橋より四谷駅を挟んだ北側に位置します。四谷門がありますから、こちらがもともとあった四谷見附橋で、ほとんどが土橋ですが、ここだけ木橋が架けられていました。こちらは四谷門を背に四谷方面の眺めです。ここに先ほどの木橋が見えます。左に細長い小屋のようなものがありますが、これ何だと思いますか？これは玉川上水の水を流す掛碑です。今でいう水道管。四谷門からは地下を通って麹町、そして江戸城に流れます。こちらも四谷門跡から四谷方面の眺めです。この辺りにあった木橋や掛碑はすでになく、ここに明治36年に開通した路面電車が走っています。甲州街道は四谷門を抜けてこんな風にありました。この木が茂っているあたりが現在の新宿御苑でしょうか。江戸時代は高遠藩内藤家の下屋敷でしたが、明治になると牧畜や園芸の改良を目的とする内藤新宿試験場となり、明治後期には植物御苑になりました。見てください。四谷門の石垣、まだ一部が残されているんです。そして、こちら側が四谷門前にあった四谷見附橋です。現在は堀は埋め立てられ陸橋になっていて、橋の下には JR 中央線と総武線が走っています。当時の四谷区はここです。左側にも続きます。ここが前回ご案内した赤坂門で、ここが食い違い門、そして四谷門はここにあります。なのでここにかかる橋が四谷見附橋。絵図の上の方は市ヶ谷方面で、ここに陸軍士官学校がありました。現在の防衛省がある場所です。絵図を拡大しました。四谷門はここです。日本橋から続く甲州街道は半蔵門方面から四谷門をくぐり、四谷見附橋を渡ってこんな風に新宿方面につながっていました。ここに新しく橋と道路ができたのは大正2年のこと。私が一番最初に立っていたのはこちらの橋です。この橋と元からあったこの橋の間に四谷駅ができたのは明治27年に新宿駅から牛込駅までの後部鉄道が開業した時です。その頃はまだこちらの橋はありませんでした。後部鉄道の線路は堀沿いにこんな風に敷かれました。次にお見せする写真は、ここに作られた四谷駅をこんな角度で撮影したものです。こちらが明治27年に開業した四谷駅です。小さな駅舎ですね。左上のこれが四谷門の石垣で、四谷見附橋の上には明治36年開業の路面電車が走っています。左側の路面電車のこの辺りから左側を見ると、白い煙をもくもくとさせた蒸気機関車が走っています。
遠方は市ヶ谷方面。ここに陸軍士官学校が見えます。後部鉄道は明治37年にこの蒸気機関車から電車に切り替わりました。見てください。こちらが電車です。全長は10メートルほどあって、定員は30名ほど。一見路面電車とあまり変わりないように見えますが、路面電車よりも強力なモーターとブレーキが搭載され、最高速度は48キロ。お茶の水駅から中野駅まで28分で行けたそうです。現在ある迎賓館赤坂離宮は明治42年に東宮御所としてこの辺りに建設されました。一方、後部鉄道は市ヶ谷方面から四ツ谷駅を通り、真田堀を一部埋め立ててその上を渡って四谷中町の地下を通り、この辺りで地上に出ます。後に作られる東宮御所の敷地の下を少しだけくぐっているんです。次の写真はこの辺りから線路のトンネルをこんな角度で撮影しています。左遠方のこの白い建物が明治42年に完成した東宮御所です。そしてここにトンネルが見えます。御所の下をくぐっているので御所トンネルと呼ばれました。このトンネルは四ツ谷駅が開業した明治27年に作られました。後部鉄道は明治22年に新宿から立川間が開業していました。そして明治27年に新宿から牛込間が、明治37年にはお茶の水まで開業しました。明治39年に国有化され、この写真の頃は中央本線となります。現在の中央線や総武線です。このレンガ造りの御所トンネル、まだあるんです。丸の内線の四ツ谷駅のホームから見ることができました。中央線の中でも最古のトンネルになるそうです。昭和4年に中央本線の路線を増やすため、この西側に3路線を通す新しいトンネルが完成し、そちらが新御所トンネルと命名されたため、こちらは旧御所トンネルと改称されました。総武線の下りが旧御所トンネルをくぐるので乗ってみました。全長が317メートルあるそうです。次は今回最後の写真です。四ツ谷といえば、四ツ谷階段で有名なお岩さんが住んでいた場所にあるお岩稲荷民谷神社です。場所はここ、四ツ谷左門町。正面から神社を撮影したものと、北側からこんな角度で撮影したものです。こちらが神社を正面から門越しに写したものです。左端に明治10年お岩稲荷大神と書かれています。ここは江戸時代、幕府の先手組同心、民谷又左衛門の武家屋敷があった場所で、屋敷内には豊受姫の狼を祀った定内社がありました。民谷又左衛門の娘お岩さんはその定内社を厚く信仰していたそうです。婿養子となった伊右衛門とは仲睦まじい夫婦で、稼ぎの少ない夫を支え、自ら商家などに奉公に出て家を復興させます。お岩さんが寛永13年に36歳で亡くなった後、近隣の人々が民谷家が復興したのはお岩さんが信仰していた定内社のご利益であると評判が高まります。民谷家の人たちは定内社のそばに祠を作り、
お祝い稲荷と名付けて崇拝しました。すると邸内社ですが、参拝を希望する人々が多く訪れるようになったそうです。お祝い稲荷田宮神社はそのような由来です。左側に立派な灯籠がありますね。これはおみくじでしょうか。たくさん結ばれていて参拝者が多いことがわかります。ここに見える門の装飾がここにあります。門を拡大してみます。これが先ほどの門の装飾。それにしても変わった門ですよね。歌舞伎門のような、鳥居のような。それにこの人、しらっとブーツ履いてます。お岩さんと聞くと四谷怪談のイメージが強くて、なんだかドロンドロンした感じがしますが、それはお岩さんが亡くなった200年後の文政8年に歌舞伎狂言東海道四谷怪談が江戸の中村座で上演されたのがきっかけのようです。そのため神社にはさらに多くの参拝者を集めましたが、本当のお岩さんは良妻賢母で低粛な女性だったんです。覚えておいてくださいね。右側のお店には絵馬が売られています。画像が小さくてよく見えませんが、きっと美しくて優しそうなお岩さんが描かれているはず。左側にも絵馬ですよね。このお岩稲荷田宮神社は明治12年に火災で焼失してしまい、昭和27年までこの場所には再建されませんでした。なのでこの2枚の写真、結構珍しい写真だと思います。明治時代の四谷はいかがでしたか？次回は第11話、牛込九信です。お楽しみに。